エビを絡めます。熱々のパスタを加えたらオイルベースのアリオオリオペペロンチーノを合わせて、ここで最終的にエビに火を入れていきます。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はエビとズッキーニのアリオオリオを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。リングイネ、ブラックタイガー、ズッキーニ、ニンニク、唐辛子、イタリアンパセリ、オリーブオイル、塩です。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということで、プリプリのエビを使ったオイルベースのアリオオリオペペロンチーノを作っていきます。それだけでももちろん美味しいんですけど、プラスでズッキーニを加えたイタリア流の作り方でこれから早速作っていきます。はい、それでは今日はブラックタイガーを使っていくんですけど、これは背わたの部分と汚れを塩でもみ洗いした状態のものです。でこれを、今日1人前で作っていくんで4尾で、エビのアーリオオリオペペロンチーノにしていくんですけど、今日はちょっとリングイーネの気持ち幅広のタイプを使っていくので、食感を合わせるためにエビをですね、さらに半分にこんな感じにカットします。で全部同じです。こんな感じで。そうするとエビがこんな感じに薄くなるんですけど、そもそもブラックタイガーものすごいプリッとした食感があるので、これぐらい薄くしてもですね、パスタにとても相性が良くなります。で今日はこのエビと、イタリアでは鉄板の相性のズッキーニを、これを半分に切ってスライスにしていきます。でヘタを落として、でズッキーニを半割り、で中のこの種をちょっとだけ取りたいので4分の1カット。でズッキーニもなんかまっすぐじゃなくてこう曲がってるものとかもあるんで、そういうものをカットするときは包丁もこうズッキーニの形に合わせてこんな感じです。でここまで来たら、ちょっとだけ種を取りすぎるとあんまり良くないので、こんな感じでカットします。で今日はこの種使わないですけど、中のこの種もズッキーニ美味しいので、スープに入れたりとか味噌汁に入れたりしてみてください。あとは適当にスライスします。でこれはこの後ですね、火入れしてピュレになっていくので、早く火を入れるという意味で、薄くスライスにするイメージです。なのでぶっちゃけ切り方は何でも大丈夫です。はい、ズッキーニのカットがこんな感じです。はい、であとは基本のアリオオリオペペロンチーノのこの今日のイタリアンパセリは茎がものすごい細かったので、このままもう刻むだけでオイルベースにしていくので、もう粗めでこんな感じで大丈夫です。でニンニクは落として中の芯を取り除いて、でニンニクはみじん切りにしていきます。はい、これで材料カットが終わったのでズッキーニのヒレから入っていきます。はい、それではフライパンにオリーブオイルを入れて、で火にかけて、これちょっとフライパンが温まるまで待ちます。はい、それではフライパンが温まったのでズッキーニを入れて、でこのズッキーニの甘みを最大限に引き出したいので、最初に塩です。結構強めに振っちゃって大丈夫です。でズッキーニに塩が入ったら炒めていきます。でここでしっかりとズッキーニを炒めていって、効率よく水分を飛ばしてですね、ズッキーニの甘みを引き出していきます。でズッキーニがしんなりとして少し透き通ってきたので、ここで水、ズッキーニが浸るぐらいですね、水を加えて強火にしてズッキーニに火を入れていきます。
はい、それでは今数分煮てってズッキーニが透き通ってきました。でこれピュレにしていくんですけど、回していく時の目安はこう押した時にもう完全にズッキーニ崩れる状態、これぐらいまで加熱してブレンダーで回していきます。はい、それでは熱々のズッキーニを入れて、あとはこれを回すだけです。はい、あとはこれ最後にですね、仕上げに使っていきます。はい、それではパスタ入れていきます。今日は魚介のパスタと相性のいいリングイネを入れていきます。お湯の中には2リッターに対して 1.5% の塩が入っています。はい、まずはフライパンにオリーブオイルとカットしたニンニクと唐辛子、お好みの量です。入れて火にかけていきます。でまずは中火ぐらいでニンニクと唐辛子がふつふつするまで加熱をしていきます。はい、それでは今中までニンニクがしっかりと沸いてふつふつしたので、そしたらごく弱火に落として一回ここのフライパンの温度を均等にしたいので、ちょっとこう揺らします。で揺らしてニンニクがちゃんと中に浸かりました。はい、この状態でですね 2,3 分香りを出していきます。はい、それでは軽くニンニク色づきました。そしたら今日オイルベースのペペロンチーノなので、掃除したこのエビしてイタリアンパセリここで入れる。で火を切る。あとちょっとさっき忘れてましたけどレモンの皮も入れる。してフライパンをフラットにしてオイルとエビを絡めます。で火が止まってるので今余熱でこのオイルベース作っているイメージです。でエビはですね、この後今フライパンの中熱いです。でまだ生の状態なんですけど、ここでパスタ茹で上がりまでですねエビに余熱で火を入れていきます。だから今日の料理はエビのプリプリ感を楽しんでいきたいので、一番大事なのはもう余熱を使い尽くすというような料理ですね。はい、それでは目が良かったので合わせていきます。で今日の最後のすごいいいポイントです。熱々のパスタを加えたらオイルベースのアリオオリオペペロンチーノを合わせて、で余熱で今これ熱々なので、ここで最終的にエビに火を入れていきます。で基本的にもう混ぜるだけです。でここで最後気持ち火をつけてエビに完全に火を入れるイメージです。はい、それではエビにいい感じにプリプリに火が入ったので盛り付け入っていきます。はい、これでエビとズッキーニのアリオリオ完成です。はい、それではいただきます。皆さん最高のアリオリオが完成しました。このパスタの楽しみ方は、まずはこの上のアリオリオベースのシンプルなペペロンチーノをですね、このプリプリのエビと一緒に味わいながら食べて、でその後にこのズッキーニのピュレがですね、うまみと甘みがものすごいので、それをこう混ぜながら食べていくと、何ていうんですかね、もう最後まで本当に美味しいパスタ料理になっています。でアーリオオリオペペロンチーノの中に、もちろん魚醤を入れてもいいですし、アンチョビのうまみ入れてもいいですし、
いろんな白だし入れたりとかうまみを入れるってこともできるんですけど、今日の料理はですね、ズッキーニが本当に甘みとうまみがあって美味しいので、それを混ぜながら食べるとうまみがなくても美味しいペペロンチーノになってます。そういえば最近ファビオ飯の公式アプリの方にもYouTube には出してない限定動画をですね配信しているので、よかったら概要欄からダウンロードしてみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのパスタ料理なんですけど、また一つ新しいペペロンチーノシリーズが完成したので、ぜひ作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。